最近のニュースは何かありますか？最近のニュース、うん。最近は美味しいご飯屋さんがまた行きました。ああ、どこでしょうか？ラスっていうんだけど、創作のフレンチって感じのコースうなんだけわー、ど、またすごいところですね。そう、そこに、サルバムのデザイナーの藤田くんとほう。ご飯食べに行きました。藤田くんってヒゲロン毛のイメージあるじゃん。はい。金髪坊主になっていた。ああ、なるほど。めっちゃかっこよかったよ。写真あります？ない何やってんすか？かっこよくて撮ってなかった。何やってんじゃあ勝手にインスタ、藤田さんのインスタを見てくよかださい。ったら見てください。撮っときゃ、それから藤田君に今送ってもらおうかな、どうだろう。でもすっごい良くなってたのと、藤田君言ってたのが、はなんかご飯、このラスのご飯みたいに食べたら、あ、何これっていう感動するじゃん。はい、まあみたいな、はい、あの感動をファッションでどうやって提案できるかを今すごいずっと考えている。なるほどね。イメージソースにしようとしているってことですね。そうそう。だから全てのことからインスピレーションを受けてんだなっていうのが、なんか作り手さんだなって思った。なるほど。どれが一番美味しかったですか？シグネチャーのこれ絶対食べてるメインが、ハーゲンダッツのパリパリアイスクリームあるじゃん。はい、クリスピーなんとかみたいな。そうそう、あれをちっちゃくした感じのやつの形で、パリッとしたら中がマーマレードっぽいちょっとオレンジっぽいジャムとフォアグラなの。パリしっとり甘酸っぱい、なんか口の中騒がしい、でも美味しい、なくなっちゃって寂しいみたいな。創作ですね。そう、これはちょっと想像つかないな。なんか食べ終わりたくない。これしかなくなっちゃった悲しいみたいな。フレンチのコースのいいとこなんでしょうね。もうちょっと欲しいっていう、ね。もうちょっともう次来ちゃったみたいな。じゃあ今回のスナップなんですけども、藤田君金髪って言ったじゃないですか。金髪坊主って言ったじゃないですか。私が知ってるイケメンがもう一人金髪坊主になりました。奈良君ですね。奈良さん、美容師島野。レイさんはいつも奈良さんに髪を切ってもらっているってことですね。もう10年以上だね。もう何も言わずに、こうしてくださいがないのか。はい、行きましょう。はい、で奈良さんが切ってもう分かりましたよ。言ってほしかったな。はい、奈良さんのファッションどうでしょう？奈良くんね、本当面白いなと思うんだけど、年取らないっていうのと、男の大人世代になるとさ、ハーフパンツ着ると子供っぽくなっちゃうじゃないですか。なかなかね、もしくはなかなかコンビニ服になってしまうというか、抵抗が生まれてきますよね。でしょ？ないんですよ。なんだろうね、このバランス感とか。そう、私同級生なんですけど、年取らない。気になってたんだけど、ウエスタンブーツ履いてる。あれの合わせが面白いなってすごい思いましたね。金髪坊主にした理由が好きでした。そうね、私も。じゃあ見ましょうか。はい、どうぞ。島アートディレクターの奈良です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょうど髪の毛切ってもらった後です。前髪ができました。そして、今日着てるもの着たいんですけど、まず帽子から。広島でブランドで。トキト、後からちょっと調べておきます。広島のおじい様が作られた帽子職人のお店で、お孫さんの女の人がやってんだ。デザイナーになってやってるんでした。じゃあメガネは？メガネあやめで、トップスはミュウミュウ。で、あとじゃあ、アクセサリーたくさん着てるので、アクセサリーから着ましょう。この辺はエルメス、アジョイア、プリュイ、これコズノ、トムート。こんな感じです。パンツヌメロベントゥーノ、これ一緒になってる。本当だ。なんか重ね着してるみたいになってんだ。で、そのブーツはオーダーメイドのモデルのゆかちゃんのビッチっていうオーダーメイドのウエスタンブーツ。じゃあ最近お気に入りのブランドとか気になってるブランドある？ピータードゥ。どうして？ベーシックをうまいこと外して今風に落とし込んでてシンプルでなおかつかっこいいかなと思って。ピータードゥって今どこで買えるの？ジャパンだったら。アデライデ売ってんだ。ちょっと後からチェックしてみます。そして奈良くんの個人的ニュースといえば帽子です。帽子じゃなくて髪型ですよ。金髪になりましたって。金髪坊主になったって。見てこの帽子の後ついてるけど全然見て、これすごくない？びっくりしたよ。最近街に溢れてる男の子たちも普通のセンターパートだったり K-POP 調の髪の毛が多くてつまんねえなと思って、もうちょっと原宿に僕は勤めてますし、ストリート感出した方がいいんじゃないかなと思って
単発にしました。キングだった時金髪だった金髪坊主だったことは私よく知っております。その後ロン毛になったんだよね。そうです。長いねお互いね。お互い長いですからね。芸歴一緒ですからね。芸歴一緒なんで。じゃあねまたね。次は初めて撮らせてもらう男の子と久々の男の子一人、若者ですね。俊輝くんは前一回撮らせてもらったかな。デザイナーかな、なんか。それが今や大御所デザイナーとコラボするに至るまで至るわけですよ。なるほど。その次はですね、この子は初めてなんですけども、カン君工場で働いているって言ってましたね。車の工場なんだ。そう、ファッションではないんですよ全然。でもファッションめっちゃ好きでみたいな、わざわざ神保町のメイデーにはこの間私ちょっと行ったんですけど、でそこちょっとコーヒーショップが併設されてて、で私もコーヒー飲んでから帰ろうと思ってコーヒー飲んでたら話するようになって、で話してて撮らせてもらってみたいな感じ。ほいでモデルのりょうたくんですね。りょうたくんはネットフリックスのボーイフレンドに出てた子らしくて、私も全然知らなくて。恋愛リアリティショーですか？あ、そうですそうです。それに出てた子らしくて知らなくて撮らせてもらったんですけど、なんか原宿に It's Tea っていうチタンのジュエリー屋さんができたんですよ。そこのプレス内覧会に行った時に偶然いて、あ、ちょいと思って逆難しました。ファッション的にはどうですか？5歳児みたいな格好が可愛いなって。大丈夫？合ってます？思ってます？いや、これはりょうたくんが着るから成り立つんであって、5歳の子が着るような感じの入れ立ちなんですよ。褒めてんのかな？褒めてるよ。この V ネックに合う男の子いませんよ。あとこのギリギリバランス、これもショートパンツなんですけど、これ履ける子なかなかおらんやろという感じですかね。なるほど。で好きなのが写真を撮らせてもらったんですけど、自分の見せ方よく分かってるなっていう、ポーズの取り方とか、こっちの見せ方とか、それはモデルっぽさがやっぱりあるってことですか？出てるなって、やっぱもう天性のモデルさんだなって思いましたね。で来週くらいからミラノパリ挑戦しに行くって言ってました。頑張ってほしいなと思いますね。春季です。洋服のデザインやってます。皆さん覚えてますでしょうか？ 3,4 年くらい前かな、1回撮らせてもらった男の子がこんなことになっております。今日何してんの？今日は僕の今やってるヒステリックブートレグっていうヒステリックグラマーと一緒にやらせてもらってるそのラインみたいなものを出してもらってて、それの今日パーティー。そうなの。偶然街を歩いていたら俊君に会って見ますみたいな感じだったんだよね。こんな感じになってます。こんな感じです。これ後ろのやつも全部俊君作ってるやつ？そうです。はあ、こういう T シャツだったりとか、これも全部再構築したとかそういうこと？一点物ですね。なんでリメイクし、昔のヒスをリメイクしてみたいな感じなんだ。そうです。へえ、俊輝くんすごいね。着々ですね。これからやりたいこととかなんかこれからやりたいこと、もう作りたいものがいっぱいあるんで。ブートレグで、それともまた自分の新しい。ブートレグでいろんな企画もっとやれたらなと思ってます。なるほど、楽しみにしております。じゃあ原宿によく来るところとかある？原宿は千駄ヶ谷の方になっちゃうんですけど、僕の師匠の馬場圭介っていうスタイリストのお店、古着屋さんがあって、そこによく行きます。コーヒー屋さんの近くのとこ？そうですそうです。名前なんだっけ？カウンシルフラットワンです。じゃあ先輩たちに可愛がられてるわけだ。いや素敵です。じゃあまた会いましょう。じゃあねー。カンです。カン君です。工場で働いてます。はい、今日は近江からわざわざ来たのはどこに来たかっていうと、メイデンの神保町。そう、私も初めて来たんですけど、そこでコーヒー飲んでたら前にいたのがカン君で、おしゃれだったので撮らせてもらってます。ありがとうございます。今着てるもの知りたいんですけども、じゃあこのキャップは？キャップは、鏡健さんと石黒さんのコラボの。いや、これ最高ですね。キャップに空気穴、あとキャップにキャップって書いて空気穴って、空気穴サイズ変えると、そうだね。そうだね、何も間違ってない。これはもう間違いようがない。最高なものを、もうこれだけでカン君の人となりが見えますよ。シャツはエーモスファグシャンブレのシャツになってます。縫製工場が立ち上げたブランド。どこで買ったの？これは町田のキレットさん。でも綺麗そうだねこれね。インナーの T シャツ。インナーは
その富山地元の美術館で買った T シャツ、ふざけた T シャツ。そうだね、なんかカン君の性格が分かってきたよ、私は。マジですか。最高です。ふざけた感じが。そうだね。でこの刺繍がいっぱい入ったパンツは、このすごいたくさん刺繍とかさワッペン貼っててかっこいいよね。これめちゃめちゃ最近買ってお犬じゃん。気に入りの犬さんがもう自分の中の買ったポイント。可愛い靴はどうでしょう。パンプスはさっきこのシャンブレのシャツと同じところで買ったレザーですね。メンズ用のパンプスになってて。これを選ぶあたりがカン君っぽいなと思いましたよ。ファッション好きになったきっかけ。自分の母親がもともとファッション関係で、あ、そうなんじゃあ富山でお店やってたりとか。富山でお店やってて、でそれで自分も徐々になんか自分で買うようになってから好きになった、母親ですね。母親がきっかけで。きっかけなんだ。母親どんなセレクトショップやってるの？ヨーロッパ系ですかね。ヨーロッパの、ブランドを取り扱ってる。あ、そうなんだ。じゃあカン君が一番自分のお金でよしこれ買うぞって買ったものとか覚えてる？5年前ぐらいに買った20歳ぐらいに買った、レザーシューズリーバースね。リーバーもともとジョンロブで働いてた日本人の方が立ち上げたブランドのやつで、それをレショップさんで買いました。なるほど。でもその系列っていうのが分かるし、まだこの仕上がりでまだ26っていうのが仕上がり楽しみで仕方ないです。じゃあ今注目しているブランドとかお店とかってある？最近でもボーディ1回も買ったことないんですけど、小森をとりあえず1回買っとこうっていうのでちょっと。そうだね。メイデンでもあったよね。メイデンでもあります。さっき見たらあった。じゃあありがとうございます。じゃあねー。バイバイ。りょうたです。モデルをしてます。りょうたくんです。今日はこんな格好をしておるんですけども。で、今着てるものを聞きたいんですけども、帽子は木島孝之で、なんかつばが2つあるよ。みたいになってて、すごく可愛いなと思って。面白いね。帽子2つ着てるわけじゃなくて、つばだけ2つある。なってます。がトミー・ヒルフィガー。トミー・ヒルフィガーこんなん出してんだ。古着で韓国で買ったんですけど、ちょっと古めの多分やつをなんか使ってます。なるほど。でこのショートパンツは？ショートパンツがニットっていう日本のブランド。ニット。形がすごい綺麗で。すごいなんかいい感じのショートパンツだね。ベルトは？ベルトがこれ一応ディーゼルなんですけど、古着っていうか結構古いの。結構使ってくんでいい感じですね。くたびれた感じが。でバッグは？バッグがこれもイーストで、マッターピースとなんかのブランドのコラボで。あ、そうなんだ。ショップで。へえ。このチャームがなんかジャラジャラついてるの可愛いですね。そうですね。友達の作ったものとか結構つけてます。なるほどなるほど。で靴がマーチン結ばずになんかだらっと確かに好きでこういう感じでちょっと開けて着るみたいな、履く時もあります。なるほど。絶妙なバランス感がめちゃめちゃいいなと思って。古田君がファッション好きになったきっかけ？好きになったきっかけは、友達がすごいコメディ・ギャルソンが好きで、それからいろいろ教えてくれて、いろんな服を見るようになって、なんか服を着たら力をもらえる、パワーをもらえるっていうところがすごいいいなと思って、3年半前から好きになりました。モデルを始めようかなって思ったきっかけは？きっかけはもともとバリスタやってて、そのモデルって職業だと結構いろんな毎日違う方とか会えるので、いろんな世界観を持ってる方とか価値観を持ってる方と会いたいなと思って、モデルやってみました。モデルさんとしてじゃあ目標やりたいこと？人の役に立つ。なんていいでしょ。なんかその壮大な目標なんですけど、僕がモデルをすることで、誰かがなんかちょっといい気持ちをもらったりとか、ちょっと頑張ろうって思ってもらえるような人になれたらいいなと、この仕事を通して思っております。なるほど。ありがとうございます。じゃあね。最後は代官山で撮らせてもらったんですけども、マルテのひとみちゃん、ディレクターのひとみちゃんですね。私多分彼女のことね15年以上撮ってます。私のファースト写真集とか出てたんじゃないかな。彼女はもともと渋谷でグリモワールというお店が、古着屋さんがありまして、そこで働いてたってことですか？働いてました。でそこから、自分でマルテっていう古着屋さん原宿で始めまして、で10年経って代官山にお引っ越しみたいな。ひとみちゃんが作ったブランド
ドもあるし、ひとみちゃんのパートナーのが作ったブランドもあるし、みたいな。ちょっとじゃあ大人になったということですかね。大人になりましたね。空間もすごいかっこいい大人の空間になってました。ちょっとじゃあいつか行きますか。行ってもいいなと思った。すごい広いんだよ、1階と2階があって。ああ、そうですか。で、ひとみちゃんのファッションのいいところは、我々が気になってるカプリパンツ。ああ、早速やっぱ、目の早い子はもう着てるなっていう感じだね。この丈のパンツですね。この丈のパンツ、割と探してる人多いけど、案外見ないんですよ。だからしかもで早速カプリパンツ聞いたらここのブランドだった。あ、自社でってことだ。目早いなって思いましたよ。ちょっと買いに行こうかなって勝手に思ってますからね、私。野村ひとみです。マルテのディレクターをしております。マルテ、ここですね。ここですね。ここです。ここですよ。ここちょろっとだけ見ます。こんな感じです。で、ひとみちゃん、ここどこでしたっけ？代官山。はい、代官山の駅出てちょっと歩いてくる1、2分ぐらいです。そうだよね。早速なんですけど、着てるものを聞きたくて、トップスは。トップスはヴィンテージでもう結構前に買ったものなんですけど。なるほどな。で、中に網編みが私の新しく始めたブランドのルーダンで、中に着てるこのタンクもルーダンで、パンツがイラニス。やっぱりカプリパンツなんですね。すごい下尾さんの受講させていただいて、ありがとうございます。カプリパンツ私も気になってて、今年の夏買おうとか思って。で、入手のやつを今2色買いしたんですけど、でもちょうどいい丈感だね、これね。そうなんですよ。でもちょっと腰パンとかしてもできるし、上げるとちょっと短くなる。その日のいかようにもできますレイヤードで変えても可愛いなと思いました。なるほど。あと靴。はい、靴もサハラという2人でデザインしているブランドがあるんですけど、そちらのものになる。ひとみちゃんがファッションを好きになったきっかけ。小学生かな。ジッパー兄が、私3人いるんですけど、兄が買ってきて美容師してって。なるほどなるほど。年が離れてるんですけど、でジッパー買ってきて、オリーブとか買ってきて、衝撃が走って可愛いってなって、原宿にもう小6ぐらいから友達だけで行ったりして、古着屋シカゴとか、まだお金なかったんでシカゴとかで組み合わせたり、代々木公園のフリマ行ったりして、なんか組み合わせたりして、でフルーツ読み始めてみたいな形で、もう自然と本当にファッションしかもう私の将来はないって思い、いつの間にかなってました。じゃあ一番最初にそのお金を握りしめて買ったぞみたいなのって覚えてる？何買ったか覚えてる？覚えてます。何？ドッグ古着屋さんで、ドッグで白衣を、お医者さんの白衣を、海外のかな、なんか虹色に染めてる服があったんです。ドッグっぽいね。それを買った、お金を握りしめて買ったのがめちゃくちゃもうなんか一番最初にその原宿でこうイケてるものを買ったっていう私の中の思い出です。何歳くらい？全然覚えてない。本当だから10代13とか14とかかな。お洋服の作り方とかを学びたくて文化行ったんですけど、やっぱ古着が好きだなと思って、20歳の時に古着屋始めて、森ガールを作った伝説のあそこですよ。森ガールを作ったグリモワールさんですね。そうです20年ぐらいだから気づいたらやってるね。マルテは10年くらいだよね。です。じゃあこの10年後に10年にしてまた新しいこのチャレンジ、代官山でまた楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今月の MVS は？ MVS はでもどれも全員違うしストーリーも素敵なんですけど、原宿の心意気を買って奈良さん、あれはかっこいいです。皆さんどれが気になったでしょうか？ぜひコメント欄に残しておいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。